リスクゼロで起業して成功。起業とはそんなに簡単な世界なのか。一度入ると半永久的にサポートを受けられるというような1対1のコンサルが月に何回までとか、そういう制限あるんですか？制限とかは一切。期間も半永久なんですか？コスト的に大丈夫なんですか？はい。怪しい情報商材屋が来たな。御社周りの役員名、住所、会社名といろいろ大丈夫かなって思っちゃうと思うんですけど、その辺はどうですか？多少授業料の紹介料みたいなのバックする。紹介制に関しては取ってはいないんですけど、本なぜか怪しい。続けてもらえれば続けてもらうほどどんどん赤になっていくって仕組みだと思うんですけど、割り切ってやってるっていうような形で。割り切ってても成り立たなくないですか？現金残高とか、はい。3億弱入ってて、それ以外の2億何千万かはどこに行っちゃった？しかしこの男が2億のオファーを受ける。大逆転の大口取引は成立するのか。はじめまして、株式会社フリーウェルの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。本日はウェルタスメディアスクールマイクロ起業コースの概要についてお勧めさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。現在多くの人が何から始めたらいいのかわからない、独学では成果がないといったそういった課題を抱えております。怪しい情報や未熟な指導に惑わされることで起業の一歩を踏み出さないというようなケースも増えています。私たちはそういった課題を解決するためにこのコースを立ち上げました。我々はビジネスを立ち上げていくために必要な要素を企画、集客、販売という3つのフェーズに定義し、実際に初期費用とか継続費用がかからないスモールな形でビジネスを立ち上げていくという完全実践形式のスクールでございます。焦点を当てているのはいかに力をつけていくかというところで、学習理論に基づき受講生が効率的にスキルを定着させられるようにカリキュラムを設定しております。今学ぶべき、実践すべきっていうことを全て書き出しているステップアップシートっていうものを用いながらカリキュラムを進めていくっていうような形です。これまでの受講生に関しましては、上場企業から実際に出資を受けて会社を立ち上げた方であったりとか、インフルエンサーとしてブレイキングダウンに出られたっていう方であったり、別に6店舗ニーズサロンを構えられているっていう形で様々な方面で活躍されているような方がいます。料金に関しましては、完全買い切り型で、期間に関しては無期限でございます。分割でも始められることができ、月々23,000円からというような形で、一括であれば44万の買い切りというような形でございます。45日間の返金保証付きっていう形で、45日間の、申請であれば無条件で返金が適用されるというような形をとっております。質問とかミーティングの、回数制限っていうのは一切設けておらず、一度入ると半永久的にサポートを受けられるというような体制を取らせていただいております。初めてスクールを受講するっていう方でも安心して、入れるような仕組みを整えているっていうような形でございます。現在の課題に関してです。起業支援の戦略を進めていく中で、例えばYouTube であったりとか、公式 LINE っていうところのプロレベルの対応を求められているっていうような場面がございます。社内にはそのようなスペシャリストっていうものは存在しておらず、外部との提携企業を増やしていくことで、今後生徒さんに対して幅広い支援ができるような形をとっていきたいと考えております。私たちのミッションに関しましては、起業が当たり前の社会を実現するというところです。多くの方々が自分らしい働き方を見つけられるよう、さらに進化していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。初期費用や継続費用をかけずビジネスの立ち上げを実現する完全実践形式のスクール。お客様満足度を最大化するべく専門分野のプロを求める。山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。緊張してる？めっちゃ緊張してます。ちょっとリラックスしていこう。ここまで見た多分視聴者さんの何人かがこういうふうに思うかなと思うんで質問するんで、はい、反論してみてください。はい、純朴で夢を見る、はい、若者を対象とした怪しい情報商材屋が来たなってちょっと思ってる視聴者もいるかもしれないと思うんですけど、はい、反論してみてください。はい。おっしゃる通り、この業界に関してはやっぱり怪しい情報商材だったりとか、詐欺っていうのがやっぱ横行してまして、要因としましてはやっぱり話を持ったりとか、もうこんだけ絶対稼げますっていうできない約束をやってるっていうようなところが結構主な要因だと思ってます。弊社に関してはサポートに関しても全くできない約束はもうしないっていうようなスタンスでサポートを進めてまいります。はい。なるほど。はい。永久のサポート、半永久って言い方かもしれないですけど、視聴者の受け手からしたらそれがまさにできない約束の典型例じゃねって思われると思うんですけど、永久サポートって例えば会社が10年後20年後潰れてるかもしれないじゃないですか、はい、そこら辺ってどういうふうに考えてるんですか？
実際無期限っていうところは嘘偽りないっていうところが結論でございます。会社が潰れるっていうことがあったとしても、必ず1年間は面倒を見ますよっていうようなそういった契約を盛り込んではいるので、いきなりうちが消えますよっていうようなことはございます。でも1年と無期限って全然違くないですか？もし潰れるってなった時は、潰れたら1年ってことなんですね。そこが半ってことですよね、多分。はい、こういうスクールいっぱいあると思うんですけど、なんか御社の特徴というか強みみたいなところはどこがあるんですか？個人に合わせた形でカリキュラムをカスタマイズができるっていうような形でございます。はい、どうやってそんなこと可能なんですか？たくさん生徒さんいるわけですよね。はい、その人ごとにカリキュラムを作ってことなんですか？カリキュラム自体の進め方は一緒なんですけれども、ビジネスっていうものを扱っている中で、やっぱりビジネス立ち上げたことがありませんって方であれば、ビジネスを立ち上げるっていうような支援をしているので、その人の現状に合った形でビジネスプランを一緒に立てていくっていうじゃあ形で。スクールというよりコンサルに近い形なんですか？はい、伴走支援みたいな形になるので。じゃあみんなが見れるコンテンツをボンボン出すわけじゃなくて、個人ごとにコンサルしていくみたいな感じなんですか？はい、おっしゃる通りです。社長がこの事業を立ち上げられた経緯とか、あと社長の独自の強みみたいなのってありますか？会社が立ち上がった経緯に関しましては、社長も情報商材屋に、大学時代に200万円くらい借金をしたりとか、オーナーに関しても400万大学時代に借金してるっていうような形で痛い目を見てたっていうような経験がありまして、夢を見てたからこそ金が搾取され続けるっていうような構造を取られ続けるのはやっぱり良くないよねっていうところで会社が立ち上がったっていうような経緯でございます。あなたは社長じゃないんだよね。僕は社長ではございません。はい。なんでオーナーとか社長が出てきてないんですか？スクールとしてやっぱり有名になっていきたいっていうところがございまして、オーナーと社長が出てます。で、その人に人気が集まりますってなる構造をオーナーは名前出してないんですね。出してます。一応ホームページっていう形には名前検索してたら、はい、過去数年間でいくつもこういう IT の教育商材とか立ち上げようと試みてるんですよね。リテラシー高い人は御社周りの役員名、住所、会社名とかいろいろ調べていくと大丈夫かなって思っちゃうと思うんですけど、その辺はどうですか？社周りの有名な大堀君とかも先生とかで提携したら、あ、この人知ってる有名な人だって言ってユーザーが増えると、はい、あなたはこのプロジェクトどのくらい前に入ってます？僕は3年前、3年前からこれやってんだ。じゃあもう生徒いるんですか？会社としては650人、650人が40万ぐらい払ってる、はい、2億ぐらい盛り上がってるんですね。今何人ぐらい社員いるんですか？社員に関しても全員業務委託という業務委託なんです。はい。いろんな他のスクールサービスというか、御社このウェブタス以外もやってらっしゃるかなとお見受けしたんですけど、どういう住み分けというかされてるんですか？弊社のサービスに関しては、マイクロ企業コースっていうものとウェブライターコースっていう2つのコースがあるっていうような形で、ウェブライターコースの方に関してはウェブライティングっていうところを専門的に教えるコースになっております。ウェブライティングを学んでいく先にこのマイクロ企業コースみたいな、御社的にそのクロスセルみたいなことってはもう全く別物っていうような形ですね。はい、オフィサーは何を嗅ぎ取っているのか。企業コースの提供してるものが知りたいんですけど、はい、生徒さんは何が受けれるんですか、サービスとして？ビジネスの立ち上げ方っていうのをどういう順序で何から始めていったらいいのかっていうのを僕らの方で用意させてはいただいているので、そのステップに沿ってビジネスを立ち上げていくっていうところを伴走していくというような形でございます。コンサルみたいな感じってことですよね。そうです、ね。それはい、どういう手段でやるんですか？ズームとかでやるんですか？そうですね。主にZoomでやったりとか。1対1ですか？はい。で講師何人いるんですか？フェーズごとに2人ずついるっていうような形なので、企画に2人、集客に2人、販売に2人っていうような形でございます。1対1のコンサルが月に何回までとかそういう制限あるんですか？制限とかは一切ない。期間も半永久なんですか？はい。コスト的に大丈夫なんですか？はい。生徒を紹介して連れてきたりしないですか？そういうこともあります。その場合は多少授業料の紹介料みたいなのをバックする。紹介制に関しては取ってはいないんですけど。本当？はい、他社はやってるじゃん。40万取ってきたら4万円あげるとか。本当にやってない？営業マンが受け取る報酬に対して、でもしこういう契約を結んでるんであればっていうような形にはなるので。新規で取るお客さんはほとんどそれ紹介制度ですか？
ほとんど紹介ではないですね。たまに紹介があるっていう。授業料4、50万払うけど、何人か紹介したら元が取れるみたいな。そうですね。なんかそういった制度をなんか大々的にそう設けてるかで言われると設けてないというような。じゃあ今まで集めた800人はウェブで集めたの？はい。メインの生徒は何歳ぐらいの人？大学生？メインが大学生であったりとか、社会人の、2、3年目っていうような形で。サポートを充実させた企業塾。怪しむオフィサーたち。事業の本質は教育か、それとも。無期限に Zoom のサポートとかやってったら、例えば40万円分の教育にかかる原価が3年だとしたら、3年以上続けてもらえれば続けてもらうほどどんどん赤になっていくって仕組みだと思うんですけど、そもそも長期的に会社を経営していくっていうことを考えてないビジネスモデルなんじゃないかなって受け取っちゃうんですね、そういうモデルだと。そこに関してはどうですか？長ければ長いほどやっぱこちらのコストもかかってくるっていうようなものではあるんですけれども、業界っていうところをしっかり変えていくっていうところを目的として立ち上げた会社ではあるので、事業としては割り切ってやってるっていうような形でございます。割り切ってても成り立たなくないですか？サポートが長くなればなるほど儲かんなくなって潰れちゃうと半永久サポートがなくなるっていう、なんか悪い循環が生まれてるような気がするんですけど。生徒さんが増えてきたタイミングとかでサポートを補充したりだったりとか、リスク対策みたいなところはだからどんどん新しい人がお金払って増えていけばお金は回るっていうね、ポンジスキームみたいな感じでね。650人入られたじゃないですか。その中で、じゃあ実際に起業成功して卒業される方と途中で挫折される方ってどれぐらいの比率なんですか？カリキュラム完走して独立しますレベルの方って、もうやっぱり現実的なお話も入る前にもさせてはいただいていて、やっぱり 20% ぐらいで、実際にもう報告ベースではあるんですけれども、法人設立っていうところであれば60社っていうような形でございます。残りの 80% うまくいってない人っていうのは、例えばその45日以内の形で見切りをつけられて転勤できるならあんま問題ないように感じるじゃないですか。それとも継続してってやっぱりダメでしたが、それくらいのパーセンテージいるのかだとどっちですかね？それで言うと後者の方がって感じですね。はい。そもそもマイクロ企業って何なんですか？マイクロ企業と企業って何が違うんですか？弊社が作った造語にはなっているので、企業との違いはもうほぼないっていうような形で、定義としましてはもう初期費用とか継続費用とかかからない形で、ご自身の経験であったりとか持っているスキルっていうところをしっかり売り上げにつなげていくっていうところを教えるっていうような形に。どんな分野で起業した人がいるんですか、このスクールから出て？ウェブ制作の会社を立ち上げている方もいらっしゃれば、ウェブマーケ系の会社を立ち上げている方もいらっしゃるっていうような形です。原価のかからない系のものが多いと。無形商材が多い。ウェブタスさんのそのサービスがいい悪いっていうところは置いといての前提でも、企業塾が成り立ちにくい理由が一つあると思ってて、起業を教えるコンサルタントみたいな人たちが有能な人だったらそもそも自分の企業で結果を出せるから時給をもらってコンサルするみたいなのが、そのバカらしいくらい稼げるから結局やらないっていうことは、ヘボい人たちが起業を教える塾になっちゃうっていうのが、大学受験の学習塾とかと違って成り立ちにくい理由だと思うんですね。規模が大きくなってたら、ずっと Zoom の講習続けていきますみたいなこと言ってて、確かに講習続けられるかもしれないんだけれども、ヘボい人の講師がずっと教える。で、一応 Zoom のミーティング入れられるみたいな、あんまり意味のない形態の塾になっていっちゃうんじゃないのかなって思っちゃうんですけど、そこに関してはどうですかね？誰彼構わずに講師に置いてるのかって言ったらそういうわけではないというような形です。講師になるような方に関してはやっぱりうちの理念だったりとかビジョンに共感していただいた、かつやっぱりうちでしっかり結果を出されているっていうような方ではあるので、しっかり面接とかも 2,3 回しっかり組ませていただいた上で OK っていうふうに判断した場合採用っていうような形になっている。よくこういう系のスクールで途中で頓挫したり飛ぶやつって、役員や幹部が会社の会計見れてないんですよ。現預金残高とか買掛金とか売掛金とかそういうのちゃんと見て健全だなと。オーナーや役員がシャンパン開けたり高級車買ったりしないなと。見たことありますか？会社の経理あります。ある？はい。それは月次報告とかあるの？毎月に1回見せていただくような形では。売上だけじゃなくて現金残高とか、はい、
10人で1人例えば30万としたら300万でしょ。1年間で4000万でしょ。2年で8000万。運営コスト2年で8000万で650人かける40何万だと3億弱入ってる。3億弱入ってて運営コストあれでそれだけだから、それ以外の2億何千万かはどこに行っちゃうの？お金払って学びたいっていう人は全然一定数いらっしゃるだろうなと。提供するコアバリューのなんか品質化にもなんかどこまでできてんだろうっていうのを若干疑問視していて、でもそこに関してもう圧倒的に僕もサポートだと Zoom も何回も組みますし、添削とかももうやりますしっていう、追加で料金もらわないんですよね。もう一切ないです。ポンジスキームっていうような表現はされてたと思うんですけど、それは一切ないですね。ちょっと納得いかないです。じゃあお話します。2億円ください。